それではまたコメントを続けて読んでみます。こんにちはボイチ。漫画家ブロセルのベルナーはドイツの漫画市場で成功した漫画の一つです。ベルナーは5本のアニメーションとフィギュアやその他のマーチャンダイジング商品も発売されました。私はこの作品がグローバル漫画市場で特別な作品だと思います。ドイツでベルナーの成功は一種のカルト的人気を持っていますが、国際漫画市場でコメディ漫画としてとても特別です。ローカルで成功できる漫画は当然あると思います。ここにベルナーという作品の例を挙げながら、ローカル漫画もこうやって成功できるし、さらにローカルのみならず国際漫画市場の、つまり世界の漫画市場でも成功できるといういいお礼をおっしゃってくださいました。私もこういうお言葉は大きな勉強になります。ありがとうございます。それではコメントをずっと読んでみます。素敵ですね。私の考えでは漫画を含む大衆文化の真の世界化は、作品に登場するキャラクターの多様な人種、肌の色、そして国籍などを含めることも重要だと思います。それならより多くの人々が話に共感し、作品全体にもっとグローバルな魅力を持つようになるのではないでしょうか。私もこの方法はグローバルな魅力を作る良い方法だと思います。そして私はハリウッド映画の影響をたくさん受けたので、以前から可能な限り多様な人種を登場させようと、そういう努力を少しずつしました。そしてただ多様な人種を登場させるのではなく、文化も少しずつ盛り込もうと努力しました。おっしゃる内容には当然賛成ですし、いい方法だと思います。このようにグローバル向けの漫画を作ることについて、こんな考えてみること、アイディアを出すこと、このようなことはとても意味があると思います。いい意味といい試みです。次のコメントを読んでみます。メキシコにも機会があったらいいですね。必ずチャンスは開かなければなりません。漫画センターも必ず立てなければなりません。日本の漫画出版社が海外の才能ある作家を探すのは嬉しいことで、漫画コンテストではさまざまな作家を見つけるのが楽しみです。私の願いはオリコンの外国人作家たちの作品がランキング順位に出ることです。ということでした。外国人漫画家の作品がオリコンランキングに入った事例は実は何度もあります。思ったよりたくさんあります。これについてのお話はいつかは詳しくお伝えします。今回は少しだけお話しすると、ちょっと前にものすごくたくさんの韓国人漫画家たちが日本で活動したことがありました。その時かなりの成果を出した漫画家が存在し、その方たちがオリコンランクに上がりました。そして恥ずかしいですが、ご存知の方はご存知ですよね。私もサンケンロック時代からオリコンランクに少しは上がりました。外国人作家たちの作品がオリコンランキングに上がってくるのは、私を含めて昔からたくさんいました。そして韓国人作家だけではありません。他の国の作家さんたちもオリコンランキングに入ったことがあります。だからこれからもありうるんですよね。私も自分の作品がこれからもオリコンランキングに入ってほしいです。次のコメントを読んでみます。わあ、南米の方に注目しているんですか？南米の文化も先生の目に入ることを願います。はい、すでに南米の文化は注目しています。ところで私は南米の文化が私の目に入ったことは重要なことではありません。南米の文化が漫画の世界で価値があるという事実が重要です。南米が強力な漫画ビジネス、コミックスビジネスが展開できる場所というのが重要で、その文化が漫画とコミックスで作られて、その地域の人たちが楽しんで、また世界の人々も楽しむ、
こんな価値が十分というこの真実が大切です。そんな日が早く来てほしいです。それでは次のコメントを読んでみます。こんにちは先生。ブラジルを愛してくださり、ブラジルのファンのために頑張ってくださったことに感謝の言葉でお伝えします。こちらこそありがとうございます。では最後に日本のチャンネルのコメントをもう一つ読んでみます。ボイチ先生、こんにちは。積極的に将来の漫画家を支援していらっしゃる姿に感動を受けました。これからもお体に気をつけて邁進してくださるようお願いします。私も最近好きになった漫画家の方も40歳を過ぎて新人としてデビューしたそうなんです。おめでとうございます。漫画家の先生、デビューおめでとうございます。40代を過ぎてもデビューは当然可能です。英語チャンネルを運営しているスティーブが角川がニューヨークのコミックコンで発表した内容を話してくれたけど、角川が日本の漫画についてこんな説明をしたそうです。大多数の漫画家は20代デビューをしますが 10% は30代以降にデビューするそうです。じゃあ30代以降は 10% しかないんだ、こう思うかもしれませんが、私はそう思いません。 10% というのは少ない数字ではありません。すごい数字ですよ。40代のデビューは何の問題もありません。私は本当に素敵なことだと思います。今は高い年代でデビューされる作家さんたちが以前より増えています。だから今までのデータは30代以降にデビューした漫画家が 10% かもしれませんが、これから5年後にこの5年を調査するとはるかに高くなる可能性があるでしょう。それはとても素敵なことです。私は漫画家になったのが20歳ですが、日本で漫画家としてデビューは31歳の時です。私も日本ではその 10% 以内に入ります。私は自分に問題があるとは思いませんでした。そして今はなおさらです。本当に素敵で、これから大きな活躍をご覧いただきたいです。コメントに教えてくださった作品を見てみたんですが、力があふれて本当にすごいです。これからの大きな活躍を応援します。おっしゃってくださった先生も、人生は今から始めるだろうし、そして私は確かに今からです。皆さんもこれからです。この世界もこれからです。コメントを読む映像はここまでです。皆さん、バイバイ。